皆さんこんにちは、Z です。今日はこの間受けたシミ取りレーザー治療の結果を報告したいと思います。結果としてめっちゃくちゃ効果があったので、ぜひ皆さんにもやってみてほしいです。特に私みたいなアラサーのメンズたち、年齢を重ねて自分の顔のくすみに気になり始めているのであれば、一回やるだけでもすっごく効果があるので強くお勧めします。ただとは言っても顔の手術なので最高な出来上がりになるために注意事項や私がやってきたアフターケアを皆さんにご紹介できればと思います。では始めましょう。はい、ということですね、実は2週間前にレーザーのシミ取り放題に行ってきました。なぜシミ取り治療をしようと思う理由はやっぱりですね、今年29歳なので年も年ですし、顔が老けていくのを見て怖くなって綺麗に老けていきたい願望が芽生えてきました。そのために肌診断を受けてシミ治療が最も重要な課題だと分かりましたので治療に決意しました。とはいえですね、顔にレーザーを当てると聞いたらなんとなく心配な気持ちしません？私はします。それは自分の性格にも関連していますが、とにかく心配性です。かつ自分が美容に正直そんなに知識持っていなかったので、何か起こるのか全くわからない状態で顔をいじられるのがすっごく怖くて、勉強してから治療を受けようと決めました。そして勉強したのがこちらの本です。新しい美容皮膚科学。これはですね、すっごくいい本です。本当に美容皮膚科の専門家たちの知恵を集めて、日本の美容皮膚科のマーケットにあらゆる治療とその原理を解説してくれています。でも結構高度な知識が必要なので、専門用語もたくさんあります。理解するのにかなりの時間が必要かと思います。学術論文に似てますね。私も素人なので、実際読んでみてわからない単語があったら調べながら読んできています。すっごく勉強になったなぁと実感しながら読んでいます。続きまして、レーザー治療はどういった条件に適合したらシミが取れるかに関して、1983年にアンダーソンというドクターが1、波長が標的物質の存在する深さまで到達する波長であること、2、標的物質の熱緩和時間より短い照射時間であること、3、標的物質に非可逆的損傷を生じるのに十分なエネルギーを持つこと、その3つの条件に適合したレーザー機械を選択する必要性があると提唱していました。皆さんはシミ治療について皮膚科に行った時に先生からの説明で、これは波長何ナノメートルの機械でパルス幅いくらいくらって聞いたことありません？今の3つの条件を理解したら先生の話に対する解像度も上がるでしょう。そして今日本のマーケットにあるレーザー機械は6種類あります。Q スイッチアレキサンドライトレーザー、ロングパルスアレキサンドライトレーザー、Q スイッチルビレーザー、タンパルスルビレーザー、ピコ秒 ND ヤグレーザー、ピコ秒アレキサンドライトレーザー。それぞれの機械に関して注意事項やリスクが少し異なるので、治療を受ける前に自分の機械を調査しておいた方がいいと思います。例えば私今回受けたのが Q スイッチルビレーザーです。90年代からもうすでにその機械での治療が始められているそうです。いい意味ではこの技術が成熟していて、未だにマーケットにあるというのがある程度治療効果が認められているとも言えるんですが、一方原理も機械も古いので、もしかして今別の新しい機械の方がよりいい治療効果が得られるのではないかとも言えますね。今回はシミ取り放題で1万円で安く治療ができるということで Q スイッチルビレーザーを選びました。レーザー治療の当日では先生に顔のシミを見てもらい、当てられるとこを教えてくれます。Q スイッチルビレーザーは濃いシミに効くんですけど、薄いシミにはあまり効かないため、本当にもっといろんなところのシミを当ててもらいたかったけど、今回ではできる22箇所に当ててもらいました。術後、看護師さんは薬を塗ってくれてテープを貼ってくださいました。当日の写真はこんな感じです。じゃんじゃーん。テープまみれですね。治療後のアフターケアとして
一番頑張ったのが紫外線の回避ですね。その期間中、私はいつも家出るときにこんな感じで出てます。それで7日から10日後にテープが剥がれますので、レーザーで当てた箇所がかさぶたが剥がれ、新しいピンク色の皮膚が出来上がります。実際、顔の全体の感覚はこんな感じでした。はい、というわけで治療2週間後の肌を皆さんに見せていきたいと思います。この間治療したシミはこことこの辺、あとはこれとこれと、鼻はなんか 2,3 箇所当てられましたね。でこっち側はこの辺、あとこの辺とこの辺でした。鼻はだいぶ綺麗になりました。なんか前鼻もっと黒い点々々があったんですけど、今はそんなに目立たなくなってます。あとは頬の部分、今ねちょっと茶色く見えるんですけれども、よく見てみたらピンク色になってますので、これから新しい皮膚形成していくので、前よりは薄くなってますかなと思います。あと失敗したのがこちらですね。これは間違いなく濃くなってる気がします。というか、なんかほくろっぽくなってないんですか？そこだけちょっと残念。あとは、特に目元、私目元すっごくコンプレックスなんですけど、目元に薄いシミはまだ見られるんですよね。それは今回の Q スイッチルビレーザーだと治療できない範囲であって、これから他の治療を受けていきたいと思います。感覚的に目立つシミが少なくなっています。本当にすごい。友達にもシミが少なくなっているねと言われました。実際治療前の写真と比べてみても、頬と鼻のところの濃いシミがかなりなくなっていることがわかります。めっちゃ嬉しいです。ただ効かないシミも一つありました。もっと悪く言えば、治療前より目立つシミ1個発見しました。なんか前のこちらのシミは薄い茶色の点だったんですが、テープを剥がしたら濃くなっているように見えます。それは機械の合併症として減少後色素沈着だったそうです。要はシミを消しに行っているのに、レーザー照射により炎症が生じ、メラニン細胞が活性化し、メラニン産生が生じるため起こる副作用です。正直治療の翌日から他の部分と比べ、こちらの部分がすっごく痒かったんですよ。頑張って描かないようにしてはいたんですが、まさかの色素沈着となってしまったんですね。ちょっと残念。でも全体的に顔のシミが少なくなっていますし、今後も薄いシミの治療を他の機械で受ける予定があるので、最初の試しとしてはすごく良かったと思います。特に私みたいなアラサーの男性たち、シミ治療をやってみてはいかがでしょうか。印象はだいぶ変わりますよ。はい、本日の動画は以上となります。いかがでしたのでしょうか。もしよかったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。